皆さん、こんにちは。前回やったのに、また日本なのかいって思ったよね。そうです。だって前回、慶喜さん、失格しちゃったからね。というわけで、今回はタイクーンルートで進めます。あとは、オーストラリアへの領土拡張をもっと計画的に改善してみるつもり。では、早速ゲームを始めましょう。さて、初期設定は、ほぼ前回と同じなので、詳細は上のリンクから動画を参照してください。前回から変更した箇所だけ、軽く説明しますね。消費税の設定を、こちらに変更しています。琉球との条約に変更はありません。でも、ここは設定順序があるので、ちょっと見ててね。いいですか？こうして、こうですよ。そして、ロシアとの条約では、鋼材も売ってもらうことにしました。初期建設もちょっと更新しました。稲田の後にアヘン農園と海軍司令部を追加して、あとはほぼそのまま設定しています。ただ、最後の金鉱山の後ろに、大学の建設を追加してます。とりあえず関東と蝦夷です。あとね、今回うっかり忘れてたのですが、南西諸島の州の編入を忘れないようにしましょうね。初期設定から頑張ってましたが、やり直さないで進めます。序盤の進め方も前回と同じ方針で進めます。まずは水戸学イデオロギーの武士のリーダーを追放。今回の新リーダーは権威主義でした。小作農を制定中、カンボジアが独立しそうですね。小作農が可決したよ。前回と同様にロマン主義の研究が終わるまで法律の改正はお休みです。ロマン主義の研究が完了したよ。それでは農本主義の制定を始めようか。農本主義は成功率が低いから前回も結構時間がかかりましたよね。まあ初期建設を進めている間に終わるでしょう。気長に待ちます。およ？今回はかなり早い時期に黒船が来ましたね。開国します。国境閉鎖も解除されました。では開国したので取引所関東に創設します。そして自国で生産可能なお茶とタバコが輸入されていたので増産します。開国イベントで改革派の政治力がアップします。琉球併合イベントも開始したよ。大政奉還は前回と同様にアクションは保留です。慶喜さんが将軍になるのを待ちます。琉球併合ジャーナル中の視察アクションを実行します。あとは時間が経てば併合の条件が達成されますね。さあ、蝦夷は戦争で併合するよ。平和的に解決してよかった。と、ここで島列島を編入しようとして。南西諸島の編入はすでに気づいたんだな、これが。まだ開始4年だし、やり直すほどのことではないよな、多分。マーキを取り直して、琉球併合イベントが終わるまで進めちゃいましょう。農本主義が可決したよ。ではここからはタイクーンルート向けに大名と侍の連立政権に変更ですね。それから新選組を制定して治安の改善を図ります。琉球併合イベントはあとちょっとだね。琉球を併合したよ。新選組も反対なしで可決したよ。次は植民地法の改正だよ。大気圧機関の研究がもうすぐ終わるので石炭鉱山が間に合うように入れ替えてます。大気圧機関アンロックしたよ。ではこのまま一気に水管ボイラーまで開発して工業化を加速させよう。水管ボイラーアンロックしたよ。植民地法の可決が近いね。では蝦夷地の開発に着手しジャーナルの開始に備えよう。植民地搾取可決したよ。行け、サハリンへの植民を開始せよ。はい、植民地法が有効になったので外交アクションのコマンドもアンロックされました。これで拡張予定のインドネシアやオセアニアに制御権をつけておきたいところなんですが、監視レベル3以上が必要なので全く進行が進んでいない状態では使えないんだよね。でも使わないのはもったいないので満鉄の設立に必要な成果を請求しておきます。さて南の方にも拡張を始めたいところですが、
まだ艦隊数が3で遠征軍を送れません。しばらくは改革を進めながら軍艦が増えるのを待ちましょう。鎮東風可決したよ。国家承認ジャーナルがもうすぐ終わりそうだね。今は海軍の戦力投射にバフを入れるために外交艦隊の制定を進めています。ロシアが日本を承認してくれたよ。そして外交艦隊も可決。これで外政の準備ができたね。さて、東南アジア侵攻を開始するつもりですが、侵略した土地は視界不安が高いんですね。よって警察法を改正し、治安の改善を図ります。そして北海道開発ジャーナルを開始するために北海道への追加の建設を実行中です。上陸作戦に3大隊投入できるようになりましたね。そろそろ始めましょうか。まずは艦隊の派遣ですね。インドネシアのみに戦力を投射できる海域を選択しました。戦力投射だけでは関心レベル2に到達しないので、関係改善で不足分の影響力を確保します。よしよし、影響力は1000以上確保できてますね。蝦夷地の市街地レベルが1になって開拓ジャーナルが始まりました。見よ、植民地方と大学の準備はすでに完了済みだよ。とりあえず進められるだけイベントをこなして、あとは主要文化を追加する条件達成を待ちます。はい、後継者問題の発生です。もちろん近代化推進者の慶喜さんを後継者に選びます。そしてインドネシアの関心ランクが2に到達。出撃の時が来たよ。最初のターゲットはツールルです。まあ大抵屈服されるので全部一時要求に入れています。話し合いで解決しました。ではボルネオ島の共闘補に陸軍を輸送します。そしてボルネオ島に伊藤が住んでから兵舎を追加して遠征軍を拡大します。もちろん遠征軍の指揮官は徳川家吉将軍です。もう二度と日本には帰れないけど、辛かったら家督を譲って隠居したらいいんだよ。植民地請求権の5年のリチャージが終わったので、また満州の請求権を予約しておきます。次の5年までの間に東南アジアで請求権を使う準備をしないとね。はい、家吉軍は領土を拡大中です。家吉将軍の快進撃は止まりません。ふむ、上位派の先導者が目障りですね。投獄します。罪状は私を不愉快にさせたからです。ツールーの自治権を縮小できたので、早速植民地法の制定を要求します。フィリピンより先にミンダナオの植民地を確保してくれると良いですね。警察法の改正大成功。今上位派の革命が活性化してるんだよね。では緩い身分制を制定して上位派を沈静化させよう。ツールーのミンダナオ職人を支援するためにマギンダナオを征服しました。各特集はツールーにプレゼントします。これでフィリピンとの植民競争が有利になるはず。残念、緩い身分制は廃案になりました。おっと、家吉将軍の健康状態が悪化しました。なんでだろうね。慶喜さんが将軍になったよ。今度こそ対勲制いけるかな。ひとまずイベントを進めて議会制を導入しましょう。大丈夫、政府の正当性は50を超えてるね。では大政奉還イベント先に進めるよ。はい、ここまでは前回と同じですね。まずは支配者が天皇に代わって。慶喜さん、今回は失脚しなかったよ。お、もう一回選挙制度が変わるんだね。なるほど、大名のリーダーが近代化推進者の慶喜さんになって改革が進みそうだね。おっと、正当性 75% の条件並みたちでまだ大政奉還が終わってなかったよ。もう選挙制が導入されてるし、次の選挙を待てってことだよね。では選挙が終わるまで進めちゃいましょう。シアクが保護国になったよ。むむ、インドシナへのイギリス勢力の進行が早いですね。今回はインドシナは切ってオーストラリア侵攻を前倒ししますか。はい、選挙です。正当性 75% 確保できますね。幕府の勝利条件達成したよ。技術の普及の報酬を選びます。ここから先のイベントは収束して同じなのかな。神仏分離のジャーナルを開始します。維新ジャーナルが開始しましたね。
そうか、大君ルットだと、大名はすでに近代化推進者だから、誰を大使にしようかな。よし、町人の伝統主義者に西洋を見せて、目覚めさせよう。さて、今回は編集にいつもより時間がかかっていて、録画のストックが消えたのでここで区切ります。パート2では、オーストラリアを取りに行きますよ。続きが気になったら、いいねとチャンネル登録してくださいね。では、次の動画でお会いしましょう。